55億円を動かすタイミングを握る人、生産能力を通常の2倍に上げる見込みが立てられる人。高評価ボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。来ましたね。水神ソーダ新すがすがしいということで、今日というこの日をサントリーさんがすごく狙いを定めて、もう着実に準備をして一気に解放したっていう感じがあって、すごいなと。もう規模感というか、ちょっと大げさに言っちゃうぐらいなんだけど、でもあながち間違いじゃないと思うんですよね。とんでもないぐらい平野くんをきっかけに日本が動いてて、今回記事を2個ちょっと見ていきたいなというふうに思っていまして、これがオリコンニュースさんですね。都内で行われた会見に出席しましてということで、新ビジュアルをアンベールしたアンベールですね。はい、撮影の時も自分なりにすがすがしい表情をできているなと思っていたのですが、想像以上にすがすがしくてよかったです。安心しました。平野くんが出演する新 CM が10日から全国で放送されるという YouTube で、出てましたね。もうすでに15秒バージョン、30秒バージョン。平野くんと東京03の角田さんが手羽先が名物の立ち飲み屋で水を楽しむ様子を描いているということで、イベントでは意図すがすがしいチャレンジと題してシチュエーションに合わせたすがすがしい一言を回答することに、平野くんがボックスから選んだお題はいつも応援してくれているファンの方に向けての感謝のすがすがしい一言をということで、緊張した表情を見せた平野くんは、いつも助けてくれし、これからもっと頑張るし、いつもありがとうと和歌のような表現で愛をする。おもろいなぁ、本当に。意図すがすがしいですもんね。また、すがすがしい人のイメージを問われると、なんでかわからないけど、深爪のイメージがあります。なので僕も基本深爪です。深爪かー。でも確かに、清潔感っていうところなんだろうなっていうのは、なんとなくね、推察はできますけれども。でも平野くん自身も基本深爪ですっていうことでね、見せてくれたと。会場を明かせました。さらにすがすがしいと感じる瞬間を聞かれると、お肉を煮込む料理って何でしたっけ？卵につけるのはすき焼きと天然発言も。報道陣からすき焼きだとアドバイスされると、焼き焼きすき焼きすき焼きを一人でやることにハマっているんですが、それをやっている時間がすがすがしいなと語ったということですね。しっかりこういう時にね、報道陣の方たちもね、こう湧くというかね、うーってなるってことですよね。で、これなのよ。読売新聞さんの記事かな。今、このジンの、生産拠点であるサントリー大阪工場に15億円を投資して、ジンの生産能力を2倍に引き上げると発表したと。生産能力を強化し、ジン市場の拡大を目指す。このジン市場、もともと日本だとそんなにまだ、広まってないっていうところで、そこを開拓していきたいっていうのが思惑としてあるので、水というのを始められたみたいな。で、僕最初これ読んだ時に、ちょうどね、同じタイミングで、へーなんて思って、でもと思ったんですけど、いやでもこれ無関係じゃないわってちょっと思いました。ここまでのニュース、いろんなサイトにバーってたくさん出てるのを見てたりとかすると、サントリーさんこのタイミングでまたこの記事、こっちのニュースの方ですね、工場2倍にしますと、生産能力2倍にします、55億円投資しますっていうこの情報と、平野くんが CM の、アンバサダーに、メインキャラクターに起用されるっていうこのタイミングをぶつけてきてるのにはめちゃくちゃ意味あるんだろうなというふうに思っていて、かなりの宣伝効果というか、もうマーケティングとしてこれ以上のタイミングないよねという、そのタイミングって平野くんがもう握ってるっていう言い方はあれだけど、でも平野くんによって動いた金額といってもこれはもう過言ではないだろうなというふうにちょっと思いました。しかも CM 見てて思ったんですけど、すごく美味しそうに飲まれますね、平野くんね。スカッと飲んでいらっしゃる姿が素敵だなというふうに思いましたけれども、これですね、水神ソーダ。わー、素晴らしい。で、この若い男性と中年の男性っていう、角田さんっていうこのコンビも普通に多分サラリーマンで上司の方と飲みに行きましょうとかっていう風になった時の絵にも見えますよね。で、
ちょっと前だったら平野くんスーツとか着てたかもしれないなって思ったんですよ。ちょっと昔だったら。でも最近ってその働き方とかいろいろこう変わってきてて、でその会社員じゃなくてもうちょっとこう自由な働き方をされてる方だったりとかもいるじゃないですか。だから平野くんそういう意味でもネクタイとかしてないのかなっていうふうにちょっと思ったんですよ。そういうところにもなんか意味があるのかなってちょっと思いましたね。あんまりなんかその飲み会しくしないみたいな雰囲気もあるし、もうちょっと自由にみんなにこう手に取ってもらいやすいようなイメージにもしてるのかななんていうふうに思ったりしました。タレント紹介ってところ、おおすごい、こういう感じなのね。しっかりとナンバーアイを結成とトゥーヒーローズ、はい、ファーストスーパーライブ、はい、ということで見てまいりました。サントリーさんの純粋ソーダということで、間違いなく55億円を動かす男としてもいいんじゃないかなというか、55億円を動かすタイミングを握る人、生産能力を通常の2倍に上げる見込みが立てられる人で、サントリーさんの生産能力が2倍になるっていうのも本当に経済が動く話じゃないですか。一大企業さんの生産能力が2倍ですよ。すごいことよ本当に。最近はまたちょっとこう低迷な雰囲気がずっと続いているところではありますけれども、平野くんのような人がいるっていうこのことで我々も買いたい、購買購買っていうのもちょっとあれなんだけども、でもなんか飲んでみようかなとか買ってみようかなっていう風になって、こうして経済が動いていくっていうね。だからちょっとこうワクワクしながら、もちろんこうお財布も気にしながらではありますけども、何にお金を使おうかなっていう風にこう考えてる時に、少額でもですけども水飲んでみようかなっていうね。僕もちょっとなんか気になってます。水飲みながらちょっとやってみればよかったかもしれないですね。ちょっと次回やってみましょうかね。それはそれでね、はい、という風に思ったところでもございますので、はい。